はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月7日満月から3月22日新月までの流れと、あとですね、やっぱり3月ってとっても星の動きが華やかで重要なので、少し復習というかおさらいで星の解説をさせていただきます。その後タロットリーディングさせていただきますね。まず星の解説からですが、3月7日の満月っていうのはほぼもう2月20日の新月から始まってるんですけども、とってもなんか穏やかな何かが溶けていく、自分のダメだったところとか許せなかったところとか溶けていくよっていう流れがもう2月20日から始まっているので、少し何かこう問題が問題じゃなくなるとか、ちょっと緩くなったなっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。でこの3月7日の満月っていうのがピークで、こう今まで堅くなにね、こう絶対こうしなきゃいけないんだと思っていたこととか、こうすべきなんだみたいな、こう何かしらのこの防衛で固めていたエネルギーっていうのがこうちょっと溶けていって、ゆっくりなんですけど見えない形で溶けていって、実は自分の奥底にある本当の願いとか、実はこんなことしてみたかったとか、こういうの好きだったみたいなことがこうちょっと見えてくるみたいな時なんですね。今まではもう防衛でそんなものも感じなかった、忘れてたっていうものがもう一回復活してくるみたいな形なので、これはとってもクリエイティブなエネルギーなんです。自分の生活や人生に喜びを復活させるみたいなエネルギーなんですね。なのでこれは本当に関連してるなと思うんですけど、こう溶けていったからこそ出てくる本当の思いっていう形です。ただそこにこの満月って乙女座で起こる満月で、非常に論理的で分析的な批判のエネルギーが思考の中で繰り広げられるっていうのがあって、自分の中からようやくこう優しいエネルギーとか楽しいエネルギーやってみたいなっていうのが出てくるんですけど、同時にそれをなんかこう妨害するような、阻止するようなエネルギーがあって、それをするにはまだまだ時間がかかるとか、もっとこうしなきゃダメよみたいな、そういうこう自己ジャッジだったりとか、自分の限界を知れよみたいな、そういう言葉、頭の中の声っていうのが聞こえてくるかもしれません。そういうすごくリスクヘッジみたいな、一見非常に有効な知識というか情報に見えるんですけども、実はそれは自分が本当にそれをやって失敗したら怖いとか、そんなことできなかったって思いたくないっていう自分の防衛から、それはやらない方がいいという理屈を頭の中で作って自分にストップをかけてるだけかもしれないので、こうせっかくねこの満月の時にこう芽生えてきたこう喜びのエネルギーっていうものを消してしまわずに、こう誰かに言ってみてほしいんです。もう表に出してやってほしいんですね。こんなこと恥ずかしくて言えないとか、表に出せないと思ってたことを思い切って言ってみるとか、発信してみるとかすると、消えずにね育っていく可能性がありますので、是非そうしてほしいなと思います。そしてこの時に何かこう葛藤をね感じる方が多いんじゃないかと思うんですね。せっかくこう出てきた、こうしたいなっていう思いと、いやそんなこと無理だっていう思いと、要は新しく何か変わってきたエネルギーと、昔ながらのやり方で守っていこうよっていうエネルギーがこうちょっとこう喧嘩するみたいな感じで、そのフラストレーションがこう自分に向かって自己批判的になるか、もしくは誰かに対してのイライラとして出るかもしれませんので、でもこれは23日経てばすぐ消えていくものですけれども、ちょうどこの3月7日って満月だけじゃなくて、こう土星というね、忍耐とか制限とか規則とかルールっていう、すごくこう固く今まで積み上げてきたエネルギーっていうものがここから溶けていくよっていう変わり目だったりするんですね。でこれはすごく星では重要な動きでして、3月7日だけじゃないんですよ。ここから約2年半かけて、いろんな自分の中のルールや規則や、こうあらねばならないと思っていたものをゆっくりと溶かしていくよということなので、一番はこう自分を許せるようになるんじゃないかなって思うんですね。ですからどんな自分を許したいかっていうのを、もう本当に本当は2月の20日ぐらいからもう自分で意図していただいて、カペラノートには書いていただいたと思うんですが、そうやってやっていただくと、さらにこの3月7日にもし葛藤があったとしても、それだけ今自分が何かがこう芽生えてきてるんだなっていう証拠ですし、でそこからじゃあそんな自分をどうやって許していくのかなって、もっと難しいやり方ではなくて喜びに沿ったやり方があるかもなっていうふうに変わってくると思います。でそしてその次3月17日が、ここからね金星という価値っていうものがまた違う形に変わってくるんですけれども、この3月17日までっていうのはとにかく何か新しいことを起こしていこうみたいな、新しい喜びっていうものが出てきそうな流れで、そこからそれを固めていこう、じゃあそれを手にしていこうってした時に、
今まで自分が感じていた義務感だったりとか仕事のやり方だったりとか、それって本当にこのままでいいのかなっていうことを、17日ぐらいはちょっと考えるかもしれませんね。すごく忙しい経験をして、やっぱりこれはやりがいがあるって思うのか、やっぱこういうのは嫌だって思うのか、そういったものも感じながら本物が残っていくっていう流れです。そして3月19日から思考とかね、ビジネスとかっていうそういうものを司る彗星がお羊座に入るので、ちょっとパキッとね思考がはっきりする、シャキッとするっていうのがあるんですね。ですからもし3月7日ぐらいにやりたいな、でもどうかなみたいな迷う気持ちがあるとしたら、3月19日にはもう答えが出るかもしれません。そしてその次3月21日22日と、もう本当に21日は春分ですし、春分っていうのは先生術でいう1年を占う重要なタイミングなので、重要すぎて気軽に言えないという感じもあるんですけど、そのあたりはですねまた次の動画でしっかりと解説しようかと思っています。もうとにかく3月はまずは3月前半は何か自分の中から芽生えてきているものを消さないでねって、自分の批判的な思考で消さずに芽吹かせてねっていう感じです。ちょっとそれを踏まえてタロットをやっていこうと思うんですが、実は今度3月18、19日にタロットの YouTube ライブをやろうと思います。ライブでリーディングしようと思います。ですので時間は今画面に出ていると思うんですけど、この時間帯で2日間にわたって各星座30分ずつやっていきますので、リアル参加できる方はその場でチャットしていただければ、質問もできるだけピックアップしてお答えしていきたいと思います。はい、ではここからこれらの星の動きを踏まえてタロットリーディング各星座よろしくお願いします。はい、では蟹座さんのタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。タロットリーディングは必ずしもこうなるという予言ではなく、この結果を聞いて皆さん自身が何かしら気づくことがあったり気をつけて過ごすことで生活や現実はすぐに変わることができますので、参考程度に聞いてください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。じゃん、カップ10、忍者の逆ですね。そしてカップナイト正一とペンタクス10、カップの7の逆、そしてペンタクスエース逆です。そして、ラバーズ恋人たちの逆、対策はマジシャンと、フールの逆ですね。そしてオラクルがソードキングです。なんとそうですか。星で見た時に今すごく精神性が上がっていく時で、なんだかもっと遠い世界に行ってみたいとか広い世界を見てみたいみたいなその意識がすごく上がる時なんですよね。ただその現実的にじゃあ何をしなくちゃいけないんだみたいな細かい思考がやってきそうなんですけれども、でも全体的に見てすごくいい感じだなっていう感じがしました。もしかしたら2月の末ぐらいから入ってきてるこの優しいエネルギーを蟹座の皆さんちょうど水の星座なのでちゃんとキャッチして、今いい感じで整ってきているっていう感覚を感じているかもしれませんね。ぜひね、もうわずかでもいいのでそういった感覚キャッチしてください。ここでカップの10が出てるっていうことは幸せがきっとそこにあるっていうことなんですね。なのでそこにある幸せをしっかりとキャッチして感じるっていうのはとても大事なことです。で、現状も今もペンタクス10なので、何かしら喜ばしいこととか嬉しいこととかありがたいなと思うこと、家族に関したことや仲間だったりとか、一人ではなくて何かたくさんの人たちの中で感じる恩恵があるのかなって感じがします。でそれもなんか先方からやってきた喜びみたいなの感じがありまして、誰かが声をかけてくれて行ってみたら楽しかったとか、誰かからの問いかけに応じてみたらよかったみたいな感じがあるんですよね。自分の気持ちはそこまで欲してなかったとしても思いのほか良かったのかなっていう感じがします。でここから先なんですけど、3月7日以降ちょうどね土星という惑星が溶けていくよっていうことなんですけれど、患者の皆さんにとってはその広い世界に行くとか、何かやってみたことやってみるとか、自分の可能性を伸ばしていく、精神を解放していくよっていう時にあえて、難しいことを挑戦しようって思うかもしれません。でもそれは昔の自分の思考だったら、いや無理無理無理って思うところを今のこの流れに乗っていけば
今のこの時代だからとか、今のこのタイミングだからできるみたいなことがあるのかなって感じがしました。ただ少し金銭的なことを気にしていらっしゃるのか、あの今のままでもまあ問題ないしなとか、なんかどうしようかなみたいなこう現状がもうとてつもなく悲惨だったらね、何としてでも変えようってなるんですけど、まあ別にうまくいってるしなっていうところで、さらにその上にお金を出して何かをやっていくっていうことに少し躊躇するのかもしれませんが、でももう流れがそうしていく流れになってるっていう感じがするんですね。今とても気持ち的にはこう内省したりとか考えたりとかちょっと立ち止まったりっていうのはありなんですけど、星の動きとしてはもう「はいどうぞどうぞ行ってください」みたいなこう後ろ盾がある時なので、気持ちがついていってなくてもそうしそうな感じはあります。で、何に対して気持ちがあの抵抗してるかっていうと、やっぱりその現実的なお金とか、これをやったら本当にその資格が取れるんだろうかとか、その資格取った後は大丈夫なんだろうかみたいな、そういったなんか保証みたいなのを一生懸命探そうとしているのかなっていう感じなんですが、明らかに確実に価値は手に入るっていうふうに出てるんですね。ただそれがまだ私から見ると逆位置なので、こう絶対大丈夫みたいなその保証があるわけではないんですけれども、確実に価値っていうのは手に入りますよねって、それをどのように生かすかっていうのは皆さん次第だけど、でも何か新しいことに向かっていく喜びってありますよねっていうふうに言われています。ここでラバーズが出てます。まだ私から見ると逆なので、ちょっと迷ってるのかなとか、まだその事実を信じられないのかなっていう感じがあるんですけど、今皆さんの生活の中にこう人生に起きてきている新しいこととか新しい可能性に対して、やってみたいなっていう気持ちが芽生えているけど、まだそれを自分で信じていないみたいな感じがありますね。もしそうですね、これまでの流れの中でも人生の中でもどうかなって思ってたけどやってみたらすごい良かったってことあったと思うんですね。そういうことをぜひ思い出してみてください。今とても正常な形で自分に与えられている恩恵を感じられる時なのかなっていうふうに思ったので、そうだそうだって、私こんなんだったけどでもあの時うまくいったよなとか、あの時すごい救われたよなみたいな、そういうトラブルがあってもうまくいったなみたいなことを思い出していただいたら、これから先の未来のこの明るいカードももっと喜びの方にシフトしてやっていけるのかもしれないですね。そして対策がですね、やっぱり何といってもマジシャンとフールの逆っていうことで、フールの逆は逆位置ですけれども、もう本当に流れに乗っちゃってみたいな感じがします。このマジシャンのカードっていうのは、本当に新しいことを始めていくよみたいな、もうこのタイミングねぴったりなんですよね。3月の末の方がより社会運っていうのはね、患者の皆さん強くなるので、あのこの春は本当にいいですね。今星で見ても社会運とかね、社交運ってすごくいい時なので、ぜひ自分の外側に世界は明るいみたいな感覚で出ていってほしいなと思います。自分からコンタクトを取るとか、何かアプローチしてみるとかですね。やってみたかったことをやってみるっていうのはすごくふさわしいです。そしてここのフールが行き先が分からなくても大丈夫だよって言ってくれてる感じがしますね。本当に手に入るかな、大丈夫かなって思っていたとしても、あると信じたらその道は出てくるよみたいな感じでしょうか。なのでここまで言われるともうやるしかないなっていう感じがしますね。そしてオラクルがこのソードのキングなので、これは、本来はすごく厳しいカードなんですけど、ただ私が感じたのは、自分の本心に真っ向から向き合ってくださいっていう感じがしました。いわゆるああだしなこうだしなとか、いやこの対策しとこうかなみたいな気持ちが分散しやすかったりとか、いろんな人の声とかいろんな人の目を気にしやすいんですが、もう自分の気持ちに正直になってください。自分の気持ちに真っ向から向き合って、その気持ちを消化させてあげようとか叶えてあげようみたいな形でいくと、強さとしてそれは発揮されるし、何かしらもし自己ジャッジ的なね感覚が出てきたとしても、自分を信じる術になるっていう感じがするので、今葛藤はあんまない感じはするんですけど、流れに乗ってやっていくことによってやっぱりできたとか、自分の強さを自覚していける一歩っていうか、自覚していける流れになっていくのかなっていう感じがして、これはすごく私はプラス的に捉えました。いいです。自分を信じてこの道で行こうみたいな、すごくキリリッとしたエネルギーなんですよね。なので
信念を忘れないっていうか、その気持ちがあれば大丈夫みたいな感じで思いました。これ星とぴったりなんですよ。今自分の信念を確立しようみたいなね、その信念さえあればどこでも行けるみたいな可能性がもう無限大に広がるような時なので、いいですね、とっても。そうだな、ちょっと一応ね、気をつけることを見ておきますね。で、さらにこの春以降ってもっとバイタリティ出てきますから、何かしらやっぱ患者の皆さん扉が開くって感じなんでしょうね、この春から。そのきっかけが3月の後半の方が強いんですけど、別に7日として見てもいいし、7日にもし何かしらの葛藤を感じてたとしたら、そこがピーク、そこから流れていくねっていう感じですし、3月17日以降っていうのも、ちょっと仲間とかグループとの関係性っていうのもちょっと良くなっていくかなっていう感じがしますね。春はとにかくいいスタートですよね。3月21日の春分の日から世界が明るくなるって思ってやってみてください。ちょっと気をつけること。はい、これ復讐というカードが出てきましたね。ビクティム。誰かに復讐するっていう意味ではなくて、自分で自分を傷つけないでくださいねっていうふうに私は受けました。なんだろうな、こう受動攻撃みたいな形で、自分はできませんとか、自分はこんなに辛いんですみたいなことを言って誰かに迷惑をかけて相手に仕返しするみたいな、そういうのってすごくもったいないので、自分がね。なので自分を犠牲にしたりとか、自分を、被害者にして誰かに復讐をしたりとか、そういう状況、今まで我慢していたことをこう自分を犠牲にしてその状況を改善しようみたいにするのはやめてくださいねっていう感じがしました。はい、ちょっと気をつけることを見てみますね。これちょっと小さくて見えないと思うんですけど、そんなカードです。そして気をつけることはやっぱつながりを持ってくださいと。今本当に社会運とか社交運とか外に行くのがいい時なので、いろんな人と話をしてください。そして自分の考えだけじゃなく、そういう考えもありなのみたいな、違う文化に触れるとか、ノンフィクションの映画を見るとかして、いろんなものを取り入れて人とつながっていってください。そうすることでより一層自分を信じられるようになるような気がします。はい、ちょっと最後に与えられるものはどうなんでしょう。蟹座の皆さん、はい、自由ということで与えられるものは自由です。本当に自分の足かせだと思っていたものを外せるよっていうふうに出てるので、はい、この春ぜひですね、またリーディングしますけど、この春本当に華やかないいタイミングになると思います。で、蟹座の皆さんはですね、次回3月18日の9時半ぐらいからタロットリーディングの生配信しますので、その時もしタイミングが合う方ご覧いただければ何かねピックアップしてお答えできるかと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやコメントで感想も教えてください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。